で優勝したのがそこは佐古さんなんだよね。そうだから初代は佐古さんなんですよね、まあガードさしてとりあえず発動でもしますかっていうやつを、ガードさせられなくて飛ばれたんだよね。前ジャンプされて、まずは自分のグループ C。 はいかけるくんがまあそうだよね。ドイツの GG ハリベル。ハリベルなんてもうクソガキの時から知ってますからね17ぐらいの時から僕知ってますからね。はいはいはい。皆さんこんにちは。ジェフトロと G の時戸でございます。いよいよ3月5日からカプコンカップ11が開催されます。非常に熱を込めて練習しているわけなんですが、そんな中で、今回はですねカプコンカップ、11と名が付いているように長い歴史がありますので、そちらの歴史の方を振り返って、皆さんにご紹介していこうというコーナーでございます。そして、格闘ゲームの歴史といえばこの方。はいどうも、格ゲー歴史少女の羽子でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、今回も羽子さんにと今回も振り返る回、大体ね1年に1回は確実に、やっている回だと思うんですが、確かに毎回どうですか。振り返って本当に歴史もこうどんどん積み重なってきて、やっぱそれを知るとよりカプコンカップだったり当然ストリートファイターリーグもそうですけど、そういったところは楽しめると思って、そのあたりをちょっと今回時々と一緒に振り返っていこうということで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず一発目カプコンカップという名前で、大会が行われるようになったのは、2013年。おー2013年、今から、だから12年前になるわけですか。でも12年っていうと下手ね。だいぶ前ですね。もうだって生まれた子供が中学校に上がろうというところなわけじゃないですか。で2013年の話をする前に、個人的にはやっぱりストリートファイター25周年記念大会の方もちょっと振り返っていきたくて、個人的にはなんですけど、カプコンカップと名は付いていないものの、おそらくカプコンカップの第0回がそれだったと思うんですよね。大会自体はストリートファイターっていうよりもストリートファイタークロス鉄拳の大きな大会として企画されたなという印象で、そこでやっぱり話題になったのがカーマイン谷口です。ありましたね。ちょっと説明してください。カーマイン谷口に関して予選が、各地で行われました。アメリカでもあったし日本でもあったし、僕はね、その時ブラジルに、行きました。でそこで4タイトル全部取ったのかな。で25周年大会の目玉が、ストリートファイタークロス鉄拳、優勝すると賞金、$25,000に加えて、さらには、車までもらえる。そうなのよね。そう$25,000当時としてはかなり。$25,000は当時としてはもう一番多かったぐらい。突然すごい額の賞金の大会だなってなったと思うんだよね、当時。でやってたんですが、決勝でインフィルにやられました。すごいところやり込んでてめちゃくちゃ強いの知ってたんで、ただねちょっとツイッターでカーマイン谷口っていうね発言をした時にね、ちょっとやっぱてか名前をそう変えてたんだよね。変えてた。そう自分でひどいじゃなくて、そうなのよ。でこれムムってなってで俺がその常日頃に時々がインタビューで自信を持った発言した時弱いんじゃないかっていう説を唱えてるんですけど、その怒りはカーマイン谷口なんですよ。自信がすごいあったんだけど、結構本当にうまいことやられちゃってっていう印象でしたね。それがあって次の年にカプコンカップ2013って形で大会が行われていくっていうところだと思ってます、歴史としてはね。2013、これも、タイトル、3タイトルで行われてたんですよ。そうか。一応僕スト4で出てた。オーストラリアで予選取れたんだ。当時結構きつくて、優勝者のみがカプコンカップ決勝に出れるっていうので、なんか運よくオーストラリアで勝てて、出れはしたんだけど、ガクとクリス G に敗北で。まずこの時8話。そうか。めちゃくちゃワクだからねラッキーだったんだよな、まず出れたことに。当時だからその本当にプレミア大会が超少なくてかつ優勝しないと出られないみたいなでしたね、感じでした。まだ25周年記念大会もそんな感じだったんですよね。で優勝したのがそこは佐古さんなんだよね。そう佐古殺意、
そうだから初代は佐古さんなんですよね。視聴者目線で言うとエボが格ゲーにとって一番盛り上がる大会で、カプコンカップは2013はそんなに注目度高くなかったイメージがあるんですけど、プレイヤー的にはどうでした？確かに出たいテンション感。そう、出たい。僕の話で言うとそんな出たい全部のプレミア回るぞっていう感じじゃなかったですね。この時ってヒデさんは何を目指してこう競技をやっていたのかっていうところ。面白いねそれは。2013はまだ他タイトルやってたんじゃないかな。KOF とか、まあなんかそこら辺のゲーム面白くて大会で活躍できればいいなっていう感じで取り組んでいた気がしますね。なんかこの集大成の大会みたいな位置づけのは別にそんなそういうつもりではないですね。だからその大会がところどころあって、まあそこに向けて今でいうところのカプコンカップでに向けてやっていくっていう感覚では僕はなかったと思いますね。当時のプロの活動みたいなところは結構ふんわりしてて、でもやっぱりその海外大会で存在感を示すとなんか注目されて、みたいな感じのニュアンスだったような気がするんだよな。そしてカプコンカップじゃあ2014次の年いきましょう、ここで一気に枠が増えたわけですね、8枠から16枠になったんですけど、ここでもカプコンカップ自体がストリートファイターのナンバリングシリーズの大会という位置づけに変化したというか、ストリートファイター最強を決めましょうという風なイベントになりました。これはね自分も取材に行ったんですごい覚えてる。時々はそうか、これは参加とか出場いなかったですね。これってプロツアーありましたのかな。ポイントこの年からカプコンプロツアーはスタートした。予選一発枠とカプコンプロツアーランキングみたいなものがなんかいくつかある。6枠ぐらいですかね、っていう感じで出場者が決まっている、この大会はでも時々はで日本にいて、僕日本で見てたかな。時戸さんは出たかったけど出れなかったっていうかだと思いますね、でも2014は僕ね全然ダメだった年なんですよ、ストリートファイター。エボもなんかスネークアイズとかになんか負けたんじゃなかったかな。あんまりいい思い出がない年でしたね。私は割とみんなカプコンカップを目指して活動してた。そうですね。でもツアーができてあるんだったら、そこは目指そうっていう風にみんななってたんじゃないかな。まあやっぱりそういういろんな大会に出る価値が高くなったっていう印象は2014年はありましたね、それまではとにかく存在感を示すってもっとふわっとした、おそらく目的意識で、あとはその招待されてたりとかなんかそういう感じで出たと思うんですけど、やっぱり CPT カプコンプロツアーっていう形がちょっとずつこう形を取り始めてから、その大会に出て勝つことが大事なんだみたいな方にちょっと変わっていったというか、いうのは印象としては残ってます。ただ面白いのがね、まだねやっぱり日本はこの時期はアーケードが結構強かったですよね。ああそうですね。アーケードの強い人たちっていうのがやっぱりまだ多くて、アーケードの大会もありましたもんね、でここでももちくんが優勝したんだけども、エボ2015もももちが勝つっていう。ああそうですね。いやここのももちやっぱ強かったもんな。年だったと思いますね、この。そうこの時は強かったんだな。だけどトゲがあるね。じゃあ次行きましょう。カプコンカップ2015。はい、こちらでございます。ここでこれはすごかったな。一番の注目はやはりこの優勝賞金が桁が増えたんです。3万ドルから12万ドルいったから。これはやっぱり目の色変わりましたよね。盛り上がりましたね。これはもう何が何でも出るぞとで出場者の枠も32名に増えたわけですね。倍になったということですね。ここはとりあえず行きの便がなんでか知んないですけど、なんでか知らんがうちの親父も乗ってたんですよ。なんでなんでだっけ。いやなんか多分仕事があったんでしょうね。でなんか四郎さんのことを見て、あれもゲーマーなのみたいな。四郎さん当時からもう落ち着いた雰囲気の方だったんで、そんな四郎さんにやられたんだよな。アベルが結構この大会
懐かしい。そうですね。俺もケオマカプコンすカップごかったな。 2015の思い出としてはやっぱりケオマすごい印象に残ってますよね。ものすごい大活躍。まあそのブラジルってやっぱどうなんみたいな。やっぱりそのアメリカとこうアジアが強いんじゃないのっていう、当時はまだまだそうですね。その辺の情報もやっぱり少なかった時代なんで、ブラジルにも強い人いるんだなってなったのはびっくりしましたね。ね、すごく記憶に残ってます。でまあそんな感じで紆余曲折あって決勝戦がはい。梅原対数の子なんですね。はい。これは数の子うまかったな。これはもうでもミームにもうちょっと忘れられてきてるんだけど、ミームにもなってるその2500万2勝っていうはい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 。2500万円がかかった決勝戦で無敵だとパナしまくって全て終わったっていうのがストリートファイター見てる人たちには印象に残ってるんじゃないかなと。それが9位は鳥戸さん的にはどう？いやなんか負けたのが四郎さんとミッセさんっていう、まあ、当時の明け勢はいはい。そうだよね。にやられたのが、うん海外勢に対しては自信あったんですよ結構。でもまあここでしっかり日本勢にやられたのが日本レベル高いなと思いました。あーうんカプコンカップ2016ストリートファイターナンバリングが変わりまして、ストリートファイター5の、大会となっていくわけです。もうここでは本当に今自分らが思うカプコンプロツアーも完全に形成されてて、うんみんなやっぱ血眼になってポイントを取りに行くっていう。そうですね。海外回ってはそのボーダーラインの人たちは本当にもう最後まで休めないっていうようなね、うん感じで。見る側はすごく楽しかったですけど、プロゲーマー大変だろうなって多分思ってた時期だと思うんだよな。うん毎週本当に海外行ってましたよみんな。 2016は鳥戸さんはかなりベスト5竜でスタートダッシュを切ったイメージが。そうですね。この時はかなり自信ありましたね。結構調子いいしいけるのかなと思ってたんですが、僕自身はまあ負け負けと TRA でバルログでしたね。しかも日本で結構対策ちゃんとやってたんですけど、当たるのは分かってたんだよね。当たるのは分かってました。そうポイントランキングの順位ごとに当たる人が決まるっていう形式になってたんですね。なので最初から DR レートということが分かってたんだけども、そうってことはだから DRA は31位だったってことですよ。いやーでもねダメでしたね。なかなかルーザーズでいいか。ルーザーズでそう 5-1 に負けたエータに、まずエボもエータにそう負けてエボもエータに負けて2016もエータにやられるという、ここら辺でエータね結構存在感出していやたんですよ、強かったですよ、そんなカプコンカップ2016制したのはアメリカのアメリカ勢、しかも決勝アメリカ対決っていう。そうなのよ。かなりトップ8にはね日本勢が残って、数の子ハイタニフード MOV、ゆかどん51っていうもう並みいるメンツがいたんですけども、それを押しのけたのが、アメリカの2人ナックルルとリッキー・オティスと。この年からようやく2日間回答。ああでもそうかもそうですね。そう複数日程だで。僕1日目で終わっちゃってるからねふて寝したベッドマジ寝心地悪かったな。そういうのは多い。カプコンカップ2017。はい。 2017年は誰の年だと思いますか？谷口はじめです。 2017は無双しましたね。本当に強くて、やっぱりまずエボの優勝、パンクとの対決制しましたし、やっぱり全体的にやっぱラベレージがめっちゃ高かったんですよ、めちゃくちゃ勝ってた、で集大成のカプコンカップももうすごかったよね、勢いが。これはねいけると思ってましたね、でも最後にねメナリねここで出てきたんですよ、皆様ご存知2タイムスチャンピオンメナ RD がね、俺もまたこれ現地で取材してたんですけども、もう時々勝ったなってとこまで行ったの。ただね白い歯のね EX5 勝利権が出たんですよ。 EX5 勝竜をまあガードさしてとりあえず発動でもしますかっていうやつを、ガードさせられなくて飛ばれたんだよね。前ジャンプされて、そっからの振り込んで、ラウンド負け、流れが変わった。流れ変わっちゃったよな、あそこで。そこからそのあれよあれよとメナのペースになって、当時、ドミニカ共和国で強いプレイヤーどんどん増えてきてるみたいな話は、DRA もそれこそドミニカのプレイヤーなんですね。前年に東京では負けてる。でこの時そのストリートファイター5のシーン、ドミニカすごく強い選手がいっぱいいて、特にクロスオーバーっていう合気使いがすごい強くて、クロスオーバーとすごい合気戦をあらかじめ練習したんだみたいな話を
終わった後にメナに聞いたんで、は今上り調子の地域というか今そのすごいハングリー精神があるなっていうのを感じたんですね、この時。でも全体的に見るとやっぱり日本勢がすごく強くて、トップ8で見ていくとメナとプロブレム X が全員日本勢で、参加者もやっぱこの時のルールだと、はい世界中を回る資金力のある日本勢がやっぱり有利というか、うん出場できるよねっていうので、かなり日本勢多かったんじゃないですか。確かに半数ぐらい日本勢かもね。矢野と16人いるよ。16半数。2016年、2017トップ8に日本人がそうなんです。 6人いる状態で最終日で、こんだけいたでもら取れずと誰か勝つやろって。そうですね。やっぱりそういう目線で見てる人が多くて、自分もそうでしたよね。うん。さすがに勝ったかっていう。でもそうじゃないから面白いなと思ったんですよね。まあこれ個人的な話になっちゃうんですけど、俺ストリートファイターを追いかけるようになったのは2012年ぐらいからなんですね。理由はエボが2009年2010年梅原優勝、2011年フード優勝。やっぱ日本人が格ゲー強いじゃんみたいな。こんなもんかと思ってたの、で2010年でインフィルが出てきたり、どんどん海外選手が勝つようになって、これ格ゲーってすごい面白いんじゃないかと思ったんですよね。いろんな地域が強い人がいて、俺はまあ日本の人たちとそのプレーとか見てるから日本は強いだろうと思ってたのに、それを脅かしたり、勝つ人たちがそのいろんな国から出てくるってこれめっちゃおもろくないってなったのがストリートファイターで、だからこの結果は日本勢的には悔しいんだけども、ストリートファイターってすごいそのバラエティに選手飛んでて、みんなすごいなっていうのはすごい感じましたね。2018年はこれねいろいろあったんだよな。出場者32名、そう孫さん対ルフィ1回戦あったな、これがね覚えてるわ。これが2年前に孫さんがルフィとフードに負け負けで、あ、そうそれの伏線だったんですわ。伏線？梅原さんが確か孫を慰める時に、お前のこのやり込み、もう絶対無駄じゃないから、2年後にこういうのは生きるみたいなことを言っててそうなんだっつってみんなで聞いてて、でまさにその2年後マジかよ。すげえな、梅ちゃん。リベンジ。初めて勝ったんじゃないかっていうぐらい。そうだね。かなりやっぱりいろんなプレミア大会とかでルフィに対する勝率が悪くて、大体やられちゃってたんですよね。そう天敵でしたね。孫を見るとニヤニヤしながら寄ってくるっていう。本人もその自覚がもうすごかったです。そうですよ。で覚えてんのはガチ君とボンちゃんが当たるっていうので、いやもうラシードなんて全部止めるっしょみたいな。なんかでもそれ覚えてる俺。負けちゃったりとか苦しい状態の人たちがラスベガスのね e スポーツアリーナのねなんか小テーブルみたいなのね囲んでね、ワール絶対止めるんでしょみたいな感じでみんなスクリーン見てるんですよ。悪い集団だったねあれは。間違いなくネモがいましたからね。間違いなくいた。あれ悪い集団だったな、覚えてるわ。全然止まらなかったですよ実際に。いやまあ止めたり止めなかったりで、最終的に通してしまうみたいな。あとこの大会やっぱジャスティン・ウォンがすごかったんですよ。5位なんだけども5位タイなんだけども、本当に V トリガーが下手でしたよね。そうだね。まあちょっと言葉選ばずに言うと、まあね、我々日本勢がやっぱ佐古さんっていう芸術作品を見てるがゆえにジャスティンの V トリガーが全く相手に対してダメージが与えられてなくて、でも立ち回りがうますぎて大パンがなぜか止まれないっていう、大パンと中パンだけで相手が死んでいくというその恐怖映像を見せられまして、これはすごい印象に残ってるな。アングリーバードとかもね。そう、アングリーバード先生がやっぱりここすごい存在感を発揮して、ゼクってキャラもやっぱりそんなに多くはなかったからプレイヤーが、大活躍したのを覚えてますね。まあでもこう歴史で見るとやっぱスト5で初めての日本人の優勝者っていうのはね、結構大きかったんじゃないかなと思いますね。だってナックルメナと来て、ガチ君なんで、カプコンカップ2019、まず時戸は、参戦を果たして、しかも順位もかなりいい。オイルキングに負けて俺結構勝率いいんですけどね、彼には。まあ5位か。5位か。まあ、やっぱ孫さんが活躍したなっていう。そう、日本人最高位で。
でフェノム戦もすごいいい試合だったんだけどね、確か。だからここでだからトップ3全部が、その日本勢以外になったっていうのもちょっと面白かったですね、ここはね。ああそうでしたね。アイドム、パンク、フェノム。やっぱアイドム対パンクって、パンクがいつもなんだかんだで勝ってるから、パンクは勝つのかなと思ったら、アイドムのポイズンがですね獅子奮迅の立ち回りを見せ、勝利してましたね。これね面白かったのがラナーとポイズン両方使ってパンクに勝ったんですけど、決勝戦キャラの相性で選んだんじゃなくて味変だっていう、つまりそのペースを乱すために一回ポイズンラナーの攻める立ち回りじゃなくて待つ形にしてでパンクの動きを崩そうとしたっていう話がインタビューであって、それはすごい記憶に残ってます。ここで対局感があるんだな、その対局を見てキャラを変えるっていう。まだよそのパンクがやっぱり大きな大会のなんかその呪われてるみたいな印象が出たのもこの時でしたね。その強さ自体はもう圧倒的なやっぱりフィジカルというか見てからの反応だったりとか確認精度もすごい高いし、なんだけどそのおそらくパンクが一番勝ちたいところで勝ててないんだなって。エボは2017もそうだったし、このカップコンカップ2019もそんな印象の、道中の強さやばかったですからね。誰がパンクに勝つのみたいな。いやそうそれをフード戦で見て、やっぱこれやべえなと思いました、パンクのこのクオリティの高さ、仕上がり、あとストリートファイターリーグも決勝であれがねすごい押して日をまたいだんですよ。日をまたいだというか、なんかもう始まる頃にはすでにまたいでるぐらいのスケジュール感で、終わったのも3時とか。この年はこれまでそのいろいろあって結構現地の取材に行かせてもらってて、自分カップコンカップ、その写真撮ったりとか今とは全然違う活動をしてた頃なんですけど、この年から2019から公式日本語配信があるようになったんですね。なるほど、じゃあ日本から皆様にお届けできると。でそれをやったんだけど、確かになんかねどっかの結構狭いマンションの椅子みたいなスタジオでいつまでかかるんこれみたいな感じで R さんとやってたの覚えてる。マーダーチェックが話題にって書いてあるんだけど、これ何？市場さん、はい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 。ほうほうほう。市場さんの練習してるところを、俺が後ろからね柱の向こうからお客さんが見るっていう。あの時からサービス精神僕旺盛だったから。わざと撮られたという。そうわざと撮られたということになっている。まんまとカメラに収めてたから。あれはでも本当に偵察してた。いや見えなかったと思いますけどね。逆に何してたんだって話。いやだから写真に撮られに行ったわけですよ。何が本当か全くわからないのが終わってますね。でこれがカップコンカップ2019、ということなんですけれども、2020年から、世界はちょっとそのコロナウイルスの影響で、なかなか大変な状態になりまして、この CPD そのものの在り方がやっぱり大きく変わってしまったという状態でしたよね。そう、ここね本当はパリでやるって言ってたんだ。あ、そうだそうだ。とりあえずやる決勝大会やる体で、オンラインにおけるカップコンプロツアー自体やってたんだよね。参加者を決めて、でどうなるみたいな感じで、でも結局できなくて、なのでエキシビションマッチで、しかもエキシビションマッチもオンラインだと離れてる地域できないから、日本勢だったら日本勢同士で、っていう仕組みでエキシビションが行われましたね。やりましたね。で日本勢は梅原対ガチ君をエキシビションでやったんだけど、これ確かねその試合自体が収録で、それを日本語実況解説公式でやったんだけどね、やっぱねどうしても身が入らなかったのは覚えてんだよな。なんならあれこれ本人のアカウントだから結果もう見れちゃってないみたいなのもそうあったはずです。というのがカップコンカップ2020、そして2021もカップコンカップ8になったんだね。8回目ということでナンバリングになったんだ。ここもやっぱりなかなかコロナ禍の影響っていうところがまだ色濃い状態で、予選大会すべてオンライン、となっておりました。ただ結局決勝大会はやっぱりできなくてエキシビションになったっていうそういう感じでしたね。そうですね。ここら辺でもちょっと分断されちゃいましたよね。海外の情報とかも分かんなくなっちゃいましたし。そうだね。この2年間は確かに。そしてカプコンカップ9。こちらはですね、スト5最後のカプコンカップでございますね。なんか今までのそのポイントシステムとかではなく、各地域で予選をやって、地域代表がたくさん出るようになったと。出れる大会の制限値
リージョンそうですね、うんはい、リージョンロックが厳しくかかった。それによってここまでのカプコンカップっていうのが全部、大体32名、出場できたんだけれども、はいこのカプコンカップ9では、47名に出場者数が増えて、いろんな地域から、本当それこそだからワールドウォーリアーというこのストリートファイターの元々のキャッチフレーズに立ち返るような感じで、いろんな地域から選手が出てくるようになったということで、そこの中で日本の代表となったのが川野と桃地、あとフゲ。プゲちゃんか、そうだ、3人、非常に狭き門。ただこれ結果として見るともうトップ8はノージャパニーズです。これはでも本当にバラエティに富んでますね。そう、あとね、中国やっぱりその若いプレイヤーが確かにめちゃくちゃ台頭したんですよ、この年は。エンディングウォーカー全がやっぱりすごかったね。10代。何よりまずこの全という中国のプレイヤーで LCQ から買ってきてるからね。そうやばすぎなかったな。 LCQ から買ってきて準優勝で、日本勢はね LCQ たくさん行ってたんですよ。僕ももちろん参加してましたし、かなり大勢行ってたよね。でも全がね止められなかったね。確かにみんな全にやられてた印象。この時47名になったことで大会形式が、今、昨年もそうだったんですけど行われてるグループリーグ形式になって、各ブロック軽くグループで上位2名決めてトップ16やっていきましょうっていう形式にここで変わったと。そういう意味ではだからその日本勢は全員グループリーグをしっかり抜けてきているっていうそうですね。川野桃地が9位タイでプゲラ13位タイだから、そこさすがで優勝したのがメナ。いやすごいでしょ、カプコンカップ2回優勝は本当に。特にやっぱこの時のインタビューはすごい、そのメナが2017出てきた時とは全く違う人間やっていうことが、そうどれだけ成長したのかというようなねことを言葉にこう表していて非常に感動的だったなと。はい。でも直近になるわけですけども、カプコンカップ10、ストリートファイター6に、タイトル移しての、世界大会、優勝賞金100万ドル。いやー、100万ドルって。100万ドルって驚きだったよね、やっぱまず100万ドル。びっくりしましたね、100万ドルは。48名の、代表選手たちでグループリーグ、そして、決勝戦という形で行われたこのカプコンカップ10。日本の代表として出場したのがガチ君、川野、そしてフードの3名だったんですね。でここで面白いのがやっぱりそのガチ君、川野っていうグッパチの2人が、ストリートファイターリーグファーストステージで負けちゃって、そこからそのカプコンカップ個人戦に打ち込んだ結果でもあるっていうのが結構面白かったなと思いました。日本勢もね上の方まで全員そうね、グループリーグしっかり勝ち上がって、しかもやっぱりここまで本当にそのやっぱりメナがもうとにかくすごい存在感を増していたと、この1年にわたって、そのメナを破ったのはフードだったんですよね。お互いグループリーグでルーザーズで上がったのが確かで、その対戦はフードが勝利してっていうのが今にもむしろ今年のこれからのカップアップにつながっているっていうストーリーとしてありましたね。ただこれ優勝はウーマ社がね、そうなんですよ。これはやっぱり予想できなかったな。できなかったね、本当に。で日本勢とも結構対戦してたんですよ。そうでうまいプレイヤー台湾にいるんだなっていう感じだったんですけど、やっぱその他のメナとか、パンクとか、ここら辺に比べるとやっぱり、あんまり注意はされてなかったプレイヤー。でも壇上のプレーはすごいうまかったな。めちゃくちゃ伸び伸び動いてたし、よどみなく。こうして見るとトップ8に駒を進めたほとんどのプレイヤーというか、8名中7名はもうアジアでしたね。僕ら一緒に対戦できる、オンラインで快適にできるプレイヤーが。ガチ君も惜しかったんですよね、すごく。ガチ君も最後なクリス・ボンの圧力に剛腕パンチがスラッグショットがね。いよいよ、カプコンカップ11、こちらも、優勝賞金は100万ドル、私が満を持して5年ぶりに久しぶりだよね。5年ぶりです。真央さんに負けて以来のカプコンカップでございます。
ルールはこれまでと、ここ直近のカプコンカップと同様48名が代表選手となって、その48名を6人8つのグループに分けて、そこで総当たり戦を行っていきます。でその6人のグループの上位2名が、決勝トーナメントトップ16に進出するっていうレギュレーションですね。で、最近、アメリカの方でグループ分けのくじ引きが行われて、各グループの面々も決まったわけなんですけども、どうでしょうか、このまずは自分のグループ C。 はい、かけるくんがそうだよね、その、唯一、グループ C 唯一かける時の日本勢が固まるということになったんですね。彼は気になりますね。去年のあれ最終予選もかけちゃんに負けて、そうっす。はい、かけるくんにそうやられて、僕の1年目の最終予選は終わってしまい5位で終わってしまったという。結構当たってんですよね。そうだよね。エボの戦いとかもすごい記憶に残ってるし、エボ J でも当たって、エボ J も負けたのか。要所で当たるイメージ。マーク厳しいんですよ彼。かけちゃん側からの時戸さんの。それはね感じますね。それこそねキャラもね、そうかけちゃんだったらね、何が出てくるか正直分かんない。マイ、ベガ号機、いろいろ使えるから。他の面々に関してはどうですか？ドイツの GG ハリベル。ハリベルなんてもうクソガキの時から知ってますから17ぐらいの時から僕知ってますからね。去年とかもね彼出てて、そうだね、去年は基本同義なんだけど、変なところでマノン、突然目なしからのマノンみたいな。でしかもその目なしマノンがクソ強くてみんなすごい盛り上がったっていうことがありましたね。そしてジャビム、ジャビマブザ、因縁はあるよね。因縁は初回のそのストリートファイター6始まって最初のレッドブル組み手でボコられるっていう。なんか荒らされたなっていう感じでしたけどいやどんだけ下手くそだったのコンボマジで。今回はホームなんで。そうね、前回は彼のジャビのホームのね、南アフリカ共和国でペースを乱されましたが今回こそはジャビね、しっかりと勝ちたいと思います。あとはザンゲフ・ボラード。ザンゲフ・ボラード来ましたね。なんかねフランスの大会かなんかで目立ってましたよね。ブラジルのプレイヤーなのに、ザンゲフは、今日本ねすごいザンギさんもねカポンカップ出てるし、あとはコバヤンジュニアと質のいいザンギいますので、練習しやすい。あとデュアルケビンもそうですね。本当にいいプレイヤーに育ったなと思うんですが、ラシードはたくさん練習できるから。結構個人的にはデュアルケビンやっぱ注目してて、ただやっぱ日本勢からするとね練習環境がラシード戦いいから、それを跳ねのけられるのかどうかっていうのは結構注目かなと思ってますね。これ全体見渡してみてホキンスの注目プレイヤー3人ぐらいいる？同じキャラ使ってるっていうのもあるけど、アングリーバードは全然攻略のやり方違うけど、すごい強いなと思いました。シャオハイとか、今年度っていう点でいうと一番大きい大会だったのはシャオハイだもんね。 EWC そうですね。e スポーツワールドカップの優勝。でも有名どころになっちゃうな。レシャー、メナ、フードとかは来そうですよね。来そうだ。上の方、そのチリのブレイズ、ブラズ、こんな年齢でこんないいプレイヤー出てくるんだなっていうのもあるし、基本すごい上手かったっすね。e スポーツワールドで対戦したと思うんだけど、キャラ誰使ってたの？リュウ、ジェイミー、ケン、エド、テリー、ゴーキ。基本がしっかりしてるプレイヤーなんで、それで動かせるキャラはもう全員うまかったですね。あとテリーとかも。いやすごい、16歳から43歳まで、すごいですよこれは。北川さんが最年長。最年長ですね。さすがに最年長か。おじの星になるとか言ってなんか言ってたね。言ってましたからね。まずやっぱり日本勢本当に強いところがちゃんと上がってるから、全員やっぱり注目だし期待してるっていう感じはまずあります。そしたらグループリーグ制になって、グループリーグで敗退した日本勢はまだいなかった。去年のことでした。そんなこと言うとフラグになりますよ。そんな楽な戦いじゃないから。確かにいないですね。でも実際そうですね。確かにグループリーグ制に移行してから出てる選手は全員トップ16に進んでるんだけども、怖いよ。
日本でやるっていうこともあってね、やっぱ活躍には本当に期待したいなと頑張ってきます思っております。頑張ってください。おそらく今回カプコンカップで一番観客多いんじゃないのかな。会場における熱量って史上最高になるんじゃないかなと個人的に思ってるので、もうね座布団舞うこと間違いなしでございます。座布団は投げないでほしい。でストリートファイターリーグもあったと思うんだけど、はい、その応援ってどういう風に感じるの？実際選手としては相当声出しをしてくれてるんじゃないですか、観客の人たちが、はい、そのプレーしてたりとかそういう時ってどういう感じで感じる？いやありがたいですよ。やっぱ乗りますね。前向きにさせてくれるので、本当にありがたいですよね。ぜひなので、はい、こう言ってくれてるんでね、はい、会場を来られる方はぜひ、はい、熱い応援を選手たちにですね、はい、送っていただければと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。今ねカプコンカップに向けて猛烈な勢いで仕上げてる最中ですので、皆様もねぜひ熱を入れて、応援の方よろしくお願いいたします。浜田さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。またね引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではよかったら、チャンネル登録高評価の方をお願いします。次回の動画でお会いしましょう。また。